こんにちは。今回は食玩のアーティファクトサザビーを筆塗り塗装していきたいと思います。まずは一番塗装面積の多いクレオスのモンザレットを塗装していきます。この塗料は下地がしっかりしていれば少ない塗装回数で綺麗な塗膜を作ることができます。4回程度塗装したら良い感じに仕上がるのではないでしょうか。赤の塗装が完了したらタミヤのナトーブラックを使用してシールドの塗り分けを行います。この塗装は赤の部分にできるだけはみ出さないように塗装しましょう。赤のリタッチはかなり大変なので後の修正を最小限にできるよう丁寧な作業を心がけましょう。すでに余計なところに色を塗っているんですけどね。続いてシールドについているエンブレムを塗装していきます。この塗装に使用した塗料はシタデルカラーベースアバーランドサンセットです。この塗装はかなり細かい作業なので高確率でエンブレムから色がはみ出してしまいます。色がはみ出てしまうのは仕方がないのではみ出た部分は後からリタッチしていきます。さてこの細かい作業に使用している筆はタミヤモデリングブラシ平筆ナンバー01です。なのですがおろしたての新品状態ではなく使い古して毛がほとんどない廃棄寸前状態の筆で塗装しています。毛がほとんどない筆は塗料があまりつかずちょっとずつ塗装できるのでアーティファクトのような細かい塗装には向いているんですよね。このモールドのような部分は筆の先端に少量塗料をつけて若干ドライブラシのように塗装すると良い感じに仕上がると思います。続いてサザビーの各部にある両モールドを塗装していきます。この塗装に使用した塗料はタミヤのメタリックグレイです。アーティファクトのサザビーは造形がすごいのでできるだけモールドを塗り分けて情報量を増やしていきましょう。続いて塗装のリタッチを行います。序盤に塗った黒の一部が格好良くないのでここを赤に塗り替えます。まずは赤を塗る前に下地を作ります。下地作りに使用した塗料はシタデルカラーベースコラックスホワイトです。黒の上から赤を塗装してしまうと明度が低い赤になり初めに塗装した赤との色が違ってくるので白の上から赤を塗装するようにします。この下地の白はムラがないように丁寧に塗装していきます。下地にムラがあると赤を塗装しても下地のムラが透けて綺麗な仕上がりになりません。赤は下地の白をしっかり作りリタッチの作業をしていきましょう。基本塗装が完了したので続いて墨入れを行います。まずはサザビーの各部にある目立つ太いモールドMIYA エナメルブラッドブラックを使用してモールドを塗りつぶします。モールドを塗りつぶし終わったらタミヤの墨入れ用塗料ブラックを使用して墨入れを行い塗料が乾燥したら綿棒とエナメル溶剤で余分な塗料を拭き取ります。続いてサザビー胸部の塗装を行います。まずはパーツの裏側を黒で塗装します。この塗装に使用した塗料はタミヤのナトーブラックです。続いて赤の塗装を行います。この塗装に使用した塗料はクレオスのモンザレットです。
このパーツは塗り分けがあまりないため、勢いよく赤を全体的に塗装していきましょう。続いて胸部の動力パイプを塗装します。ここは緑に塗装したいので、まずは緑の発色を良くするためにクレオスのシルバーを使用して下地を作ります。下地を作ることができたら、クレオスのメタリックグリーンを下地の上に塗装していきます。黒の上に直接緑を塗装すると暗くて緑が見えづらいので、しっかり発色させるためにシルバーの上に緑を塗るようにしましょう。このパーツは塗りつぶすモールドがないので、そのまま墨入れを行います。続いて胸部別パーツの塗装を行います。まずはクレオスの厚黄色を塗装していきます。初めに塗った胸部のモンザレットと色を分けることで情報量を増やしたいと思い、赤を単色ではなく複数使ってみました。この色分けはマスターブレードでも行われていますよね。続いてタミヤのメタリックグレーを使用してフレーム部分の塗り分けを行います。この塗料は若干隠蔽力が低いので、丁寧に何度も塗装を繰り返していきましょう。続いてタミヤのジャーマングレーを塗装していきます。この色はフレームの塗り分けに使用しました。メタリックグレーだけでフレームの塗装を行っても良いのですが、たくさん色があった方が格好良いので大変ですが、色を切り替えて塗装していきます。今回の墨入れですが、全体にトップコートを拭かずに行っています。私はトップコートを拭く際に塗装が終わった模型を組み立てるのですが、サザビーを組み立ててもう一度分解するのは厳しいと考え、塗装が終わった水性塗料の上からエナメルで墨入れをしました。拭き取りの際に水性塗料も一緒に取れる場合があるので、かなり優しく余分な墨入れ塗料を拭き取っていきましょう。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もアーティファクトの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。